4月4日は吉貝の日改めダイヤコンペの日です。はい、この動画をねきっかけに改めてダイヤコンペのことを知ってもらいたいなというような動画を撮ってます。どうですか？はい。どうですかね？はい。でね、まあね、ちょっと金子さんはね、さてほっといて、今日珍しいメンバーで挑んでいますので、まず自己紹介からしてもらいましょうかね。はい。じゃあまあちょっと軽く僕からいきますわ。カメラ向かって右から。あ、こっち。そうですね、右から、縫製チームデザイナーのあんちゃんとカメライラストデザイン担当のアロちゃんでウェブグラフィックデザイン担当のチャコちゃんですね、はい、今日はブルーラグのメカニック以外のメンバーだけどみんなそれぞれ技術を持った3人に集まってもらってます。じゃあちょっとそれぞれブルーラグ歴何年になるかだけちょっとあんちゃんから言ってもらってもいいですか？何年？わかんないです。そんないる7年目とかかも。7年目わかんないです。あ、そんなにいる。一番最初はそうあんちゃん入ってる時も真っ黒だった気がする。格好が黒もう黒い格好してた気がする。黒と白で統一された。なんか俺変な T シャツ着てるの覚えてるわ。なんとかバタテに捕まえてみたいな。ああ、パクチーですよね。パクチー好きなのって聞いたらそうでもないです。食べれるようになりました。あ、本当に。そうなんだ。食べれなかった。はい。何の話？あのちゃん。4年です。そんないる？もっといないあるじゃん。いや俺も。でもあれコロナと共にやってこなかったっけ？ああ、そうだね。コロナの終わりかけとともに。終わりかけ？あ、違う、始まりかけ。始まりかけでしたっけあれ？始まりかけ。じゃあ第一と同じぐらいってことでしょ？ちょっと身近なやつで考えたいわ。なんか縫製ルームに行くといるんだよ。そう。誰だろうこの人みたいな。愛想悪かった。おはようって言ったら、あと変な T シャツ着てた。なんかさ、可愛いキャラでさ、あと何？カットしてもらおう。それ今だに着てるっしょ、多分。なんてことですか。YouTube も頑張ってね。ちゃこちゃんもうどんぐらい？私はちょうど1年ぐらいです。あ、1年ぐらい？もっといない？ない。もっといる気がする。1年ぐらいです。ちゃこちゃんは変なやつ着てない。着てない。慣れた？はい、ようやく。慣れたね。まさかこんなことに出されるとは思ってない。そうだよね。本当ごめんね。本当ごめん。じゃあそのブルーラグ1年生、2年生目ってことか。そうです。2年生目のチャックちゃんはそもそもダイヤコンペって知ってます？何を作ってるメーカーか。いや、名前はめっちゃ聞くんですよね。まあそりゃそうよね。めっちゃ聞くよな。なんかこう仕入れてこれぐらいの箱でいっぱい届くじゃないですか。でめっちゃ重いなっていうのは。なるほど。何入ってたんだろうなそれだ。なんだろうね。なんかあれかな。スターファングルナット。いや。言っちゃった。まあ主にブレーキの製品とか他にもいっぱい作ってたりするんだけど、主にブレーキの製品作ってて、僕らのお店だともうブレーキレバーとかでお世話になってることが多いかなっていう感じですね。あおちゃん分かってた？分かんない。なんか自分の自転車あんちゃんあろちゃんはさ、自分の自転車にさダイヤコンペ製品使ってるなーってなって今頭に浮かぶもの何個かある？ブレーキ、俺が言ったからね今ね。俺がブレーキレバー。あんちゃんわかるじゃない？あんちゃんすごい。あんちゃん意外と知ってるから。確かに。いや、そんなことないですよ。怖いな。まあ多分何個か頭の中に思い浮かんでると思います。ちょうどよくグラデーションかけてよかったね。確かに。じゃあそんなね、今日はメカニックじゃない3人を集めて何をやるかっていうと、細かすぎて伝わらない自転車部品ダイヤコンペ認知調査に協力してもらいますってここに書いてあるんで認知調査に協力してもらいます。はい、簡単にルール説明しますね。ダイヤコンペの部品名もしくはなんか僕らメカニックが呼んでる名称で呼びます。でじゃあその部品を名前だけ頼りにまあこの中からじゃあどれだろうっていうのを当ててもらいます。全然3人で相談してもらって大丈夫です。はい。で正解であればこの認知グループおなじみ認知してます認知すごいですみたいなもうファンから認知されてますみたいな感じのカゴに入ってって不正解なら
じゃあもっとこっちの不認知に入れてって、もっと頑張って覚えましょうみたいないう感じですかね。で、もう金子さんはなんでいるかっていうと、解説ツイートしています。はい。はい、ただのそうです賑やかしですアイドルグループに会いに来たアイドルグループに会いに来たファンじゃないので、そう、ちょっと正解が出にくそうだったら、金子さんが、途中ヒント入れてくれるので、知らないのが良くないってことじゃないので、ぜひね、楽しく答えてもらえたらなと思います。はい。じゃあ早速いきますか。はい。第1問。も簡単なやつからいきますか。もうね、クランクっていうのはね、どれかわかりますか？クランクっていうのは。どうぞ。ちゃこちゃんがやりそう。人からクランクは取るじゃん。せーのでじゃあ、せーので。クランク。せーの。おそっち側に来てる。ダイヤコンペのエネレーギで作ってるツそうですねーリングクランクかな、名前ちょっとごめんなさい、ツーリングクランクであってるかわかんないですけど、多分そんなこのポリッシュかかったクランクでボルトのキャップなんかもね綺麗に仕上がってるものが、はい、あってるんで、意外とブレーキレバー製品主に作ってますって言ってクランクから言ったら、ちょっと逆に怪しむんじゃないかなっていうのが思ったんで出してみたんですけど、さすがのよかった、はい、じゃあ2問目いきます。チェーンガードおお。わかりますか？はい。わかりますか？あ、もうこれ大丈夫だ。じゃあ3人相談なしではい指さしましょうか。はいはい。じゃあせーの。おお。嬉しい。はい、めちゃくちゃ嬉しい。あれですね、シートチューブにつけてチェーンのリングをねこうやってちょうどよかったですね。あ、こうちょうどいい。やって跳ねるようなはいこうやってる感じですね。でこれシルバーしかなかったんですけど、中屋さんがねダイヤコンペさんのお力をお借りして真っ黒っていうのも僕ら別注で作らせてもらったので、はいぜひ皆さん大体の黒森バイク使えるんじゃないかなと思うので、はい、気になる方はぜひ使ってください。裾汚れ用とかですか？裾汚れ用ですね。裾汚れしないように。こういうことですかね。そういうことですね。これでチェーンにダイレクトに裾が当たらないようにっていう。つけてる人はいません。意外とみんなどうしてんの？確かに。まくってる。靴下に入れてます。靴下？ああ、靴下にね。いいねね、スケーターの人でやってるやつですね。かっこいいタイプですね。かっこいいタイプ。ぜひ。確かに。はいぜひはいお願いしますね。はい。じゃあちょっとねこの辺は難しかったので、簡単だったのでちょっと少し難しくしましょうか。じゃあ金子さんがさっきちょっとフライングで言っちゃった。あ、言ってた。はい。スターファングルナット。はい。第3問スターファングルナット。はい。いいですよ。相談してもらっても大丈夫ですし、もういける人いれば自信あれば。本当に納豆。本当にですか？金子さんが重いって言ってたから。確かに重いよ。めちゃくちゃ面白い。なんかそうか。ナットって。いやそうナットってなんかナットってそうネジのこう山がバーってあるやつがあって、それを受けるためのものがナットだからな。おスターっぽい。行ってみますか？はい行ってみましょう。正解せーの。正解。これスターファングルナット。スターっぽいっていうのが本当にその通りで、スターっぽいんで、これどこにやるかっていうと、ちなみに何のパーツか知ってる？ステムキャップ。そうね。違う。まああってステムキャップに付属してくるからね。じゃあ解説員に聞きましょうか。私です。せっかくなんで。ちょっと待ってね。自転車ってほらフォークってあるじゃないですか。フォークっていうのがあって、でここにこうステムっていうのがつくんだけどさ、それだけだと固定できないじゃない。だから上からこうキュッて押さえたわけ。だからさっきアロちゃんに言ってたトップキャップってやつでこう押さえてるわけ。でも押さえるためには下にさ受けがないといけないじゃない。でその受けっていうのをこのフレームの中に埋め込むのね。そうでそのパーツがスターファングルナットです。でこれで叩いて入れるんですよ。叩いて入れるんですか？なんかいつもカンカンカンってやってるでしょ。あれこれ。あれ大体これストレスぶつけてるように見えた。ちなみにストレスぶつけてるやつはいるかもしれない。一応仕事してた。あれだったんですね。そうあれ一応仕事してた。そう。じゃあこれスターファングルナット。これスターファングルナット。さすが。あすごい。行きましょうか。だし嬉しいこれ。なんか。はい。
みんな入ってるってことですね。みんな入ってる。みんな入ってる。リベンデルとかは入ってるね。あ、そうね。スレッドステムって言われるやつは入ってない。また違う方式でヘッドパーツをアヘッドしてるから。ってやつそうは、アヘッドのサーリーはだいぶみんな入ってる。連続でいきましょうか。はい。じゃあ第4問。サムシフター。どうするの？相談してください。アロちゃんわかる人なんか写真撮ってっからな、ね、でもあるちゃんが一番やめてください。マジででもさなんかこうどれかですよね。まあね、シフターってぐらいだからサムっね。て何？シフターってのはおーいいわかるもんね。多分ね。これもいい質問ですねこれも違うっすよね。それも違うね。はい。ねあ、わとこれかんねえんだ意外と。ね、ちなみにサムのサムは親親指です。よね。あ、そうそう、アロちゃんすごい。だ親指で動かすやつ。全部親指であでも私これついてんだよね。これちっちゃいから親指っぽい。いいですよ。いいよ。でもいきますか。なんか親指サイズ。あんたぶっちゃけわかります。あ、いやこれ自転車についてるの。これサムシあ、違う、でもこれあれか。あ、違うかも。おリベンデルの方がついそう。てるんですよね。そう私の自転車。サムシフター？サムシフター。シフター。でもどっちかじゃない？なんかこれ撮ったんだよね。嘘撮影したんだけど。そうやでもめちゃくちゃ面白い。じゃあセノでこれ？せーのいきますか。一回セノでいっちゃう。はいじゃあサムシフター二つある。二つあるサムシフ。ターはどれですか。せーの。これ？ごめん。俺変なこと言っちゃった。多分金子さんが。あ、これか。あ、そうそうそうこの2つがそうそうそう全部同じサムシフターっていうと形が違うだけなのそうデザインが違う。こっちが S2 レバーって言ってリベンデルがデザインしてるやつで、こっちはねダイヤコンペさんのエネ名義で出てるもので、用途は一緒で同じくサムシフターっていう。そう。まあ金子さん言ってくれたみたいにこう親指で変えるからサムっていうね。はい。でいつも思うんだけど戻すとき親指じゃねえじゃんって俺は思う。人差し指だよね。でまあそんなこと言ってもね、イチャモニになっちゃうんで、この中に入れます。じゃちなみに、はいどういうハンドルとかわかるのかつけるの？まあまっすぐ、そうだよね。まっすぐとかこうやって握るやつとかのここでこうやって動かせるよっていう。あ使ってる人います？みんな使ってるか。ちゃこちゃん使ってんじゃない？うん。ね多分あれ使ってなんかついてった気がする。ついてるね。なんかあれちゃこちゃんついてなかったっけ？ストラぐらいについてる多分。多分気がします。ね。もしかしたらあれかもしれない。こうじゃなくてこうつけられてない。裏？そうそう。あ、そうだよね。そうあ、そうそう。裏側につけるのベンデルの人がやるんだけど、そうそう左用を右手につけると逆になるんで。そう、ここだよね。そういう付け方あ、そうそうそう。ね。だからそれが多分ハンドルの表来てないからちょっと分かんなかった。そうだね。じゃあ次いきますね。じゃあシフターはシフターでもウィングシフター。ね。わかった。あんちゃんわかった。ウイングシフター。ウィングシフター。何言ってんだろうって感じでしょ。まあウなんかィング。飛べそうだこれ。そお。いけそう。う。ウィング感。ウィンあウィンググかあるよね。じゃあウィングシフターどれですか。せーの。あ、正解ですね。そう正解ですね。これどこにつけると思う？あおちゃん。じゃあウィングシフター。じゃあどこにつけるかわかります？まあシフター変速機だからどっかにつけなきゃウィングシフタ。ーそうウィングシフター。これをどこにつけるか。そう。はい。わかる？いやわかんないです。ちょっと考えて、ちょっと考えてみて。ちょっと相談してみて。でもこれがついてるんですよ。ね、でも結構細細いね。細い。どこだとハ思う？ンドルにしては細い。解説員に来るから。これついてるの見たことない。どっち？来た。ああ、確かにどっちでしょう。どっちにつける？ウイング、ウイングよ。ウイングを。もしかしてお。ここです？なんかだってでも入んない。違うの。こういうことですか？
まあね、ドロップハンドルをねここにつけてこうで変えるっていう感じ。なんかこうでしたすごい昔流行ったみたい。こんな言い方したらすごい有識者ある方コメントで教えてください。はい。昔流行ったみたいね。そう有識者の方。で今あんま見ないそうあんま見ないんだけど、この商品ダイヤコンペさんの製品の中だと割と最近なの。これと最近。復刻して作ったみたいな感じ。そうだから愛好家の方がいたんだろうね。うんそういう方の声にリクエストで応えてくれるっていうのもね、すごい大事な会社さん。こういうことみたいな。わじゃあサムシフターじゃん。確かに。ごめん。これもまあサムシフターか。そうですね。ウイングシフター。そう羽のこういう風にまあ羽につけましょうみたいな感じだから。そう。今みたいなこういうカチッカチって横にあるやつじゃない時代のやつなんだね。でちなみにさっきあんちゃんがハンドルの部分に最後のつけてたやつはバーエンドシフターって言って、あそうだねこれ解説いいのかな。あ、私。バーエンドシフタあ、ー。よしはい。これもまた左だわ。名前の通りバーエンドそうここにつけるシフター。はいここに。そう。これよく見るかもしそうそうれないですね。でここにこうやってつけて、ここでブレーキ握ってでこっちはこっちでこうやって変えるやつです。でせっかくシフター出たんで、これはダウンチューブシフター。そうダウンチューブに取り直付けでするシフターっていう感じ。ダブルレバーとかって言ったりするね。ダブルレバーって言いますね。じゃあまあシフターゾーンは一回。そうね。じゃあここからもう残ってるのが細かくなってくるんでね、もう気にせずいきましょうか。はい。じゃあ次千鳥。言いたい千鳥。なんでもう俺自転車屋さん入った時にもう諸先輩方が千鳥って言ってたから、もう千鳥で覚えてるんだけど、なんで千鳥っていうかはわからないので有識者の方コメントで教えてください。なんで千鳥なんだろうね。その千鳥っていう言葉お笑いグループの千鳥は癖が隣の2人が出身の高校の隣の高校って言ってましたよ。あ、それが千鳥っていう。千鳥高校っていう。へえ。ごめんなさい。正解は出ました。あ、もう。いきますか。せーの。あ、すごいすごい。でこの中にもう一個あります。どれでしょ千鳥ですか。う？うん、千鳥。もう消去法でこれ。ちっちゃい。これ？あ、それ？あ、そう、アロちゃん正解。あ、すごい。はい、千鳥ですね。これじゃあどこに使うパーツかわかりますか？千鳥とは言ってみたもののあれじゃないですか。どれでしょう？ブレーキのおワイヤーのおお。こうなって何ブレーキの？リアのリアの。リアノ？なんか前についてるイメージですね。確かに。まあまあまあそうね。何ブレーキかって。何ブレーキ？何ブレーキか。何ブレーキの時に使うかっていうね。まあ何個かあるんだけど一個一番。パンチブレーキですか。あ、そう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 。すごい。すごい。すごいです。さすが。そう、パンチブレーキってこうやって引くんで、そこの受けっつうか引くためのパーツっていう感じですかね。まあこんなのがねあります。でこっちはねローラー付きでちょっと可愛らしいです。めっちゃカンニングしてるね。正解だった。こんなのがあります。何個かねダイヤコンペさん作ってるんで、僕はこのローラーのやつが好きで、だいたいパンチブレーキ買うと付属でついてくるからわざわざ変えるっていう人少ないんですけど、やっぱちょっとこういうの変えてみるといいかもしれない。自分の自転車の愛着が湧いて意外とみんな分かりましたね。千鳥でした。千鳥。じゃあケーブルハンガー。はい。はい。ちなみにいっぱいあるわ。今ここに。ここにあるわ。なんか同じ形状ですよね。三つある。この怪しい。うん、それもなんか多い。おお。おお。ザワ。これ違うんかな。それもそうじゃない？本当だ。こっちはこら辺の気がする。じゃあいきますか。せーの。そう、全員正解。この辺がフロント用。
ああ、なるほど。でこれがリア用。そういうこと。そうでこれもリア用。それもリア用だね。そうこれ昔の自転車とかにこの直でこうボルトが通ってシートクランプシートを下げ下げしたりするとこにはめるっていうのでブルーラグじゃ使わない使える自転車がないっていう。あった。かわいい。かわいい。可愛いですね。それ可愛いよね。はい。結構あれじゃん。結構みんな知ってるね。さすが普段ね写真とか撮ったりとかねあれ知ってるからすごいね。もうわかるやろ。よしリードパイプ。リードパイプ。ヒートパイプ。これじゃない。正解ですね。皆さん正解ですリードパイプ。全部そうなの。はい全部これが全部そうです。ちなみにどこに使うかわかります？わかんない。名前があれしましたけどどこで使うか解説員。これね、俺たちバナナって呼ぶんだよね。あそうなんだよね。へーバナナバナナ。形がバナナみたいな。本当だ。これがバナナまあバナナ。これもそうだね、ブレーキのこういうワイヤーを受けるためのやつで、主に V ブレーキって言って2本こうやって棒がピッて出てるの。ブレーキがでこういう風に挟むブレーキがあるんだけど、見たことあるけど。それの片っぽをそのパイプにしてもう片っぽはワイヤーを止めてるんだよね。だからワイヤーをこうやってグッて引っ張るとこういう風に動くブレーキがあってでそれの片側につけるのがリードパイプ。リードパイプ。バナナ通称バナナです。通称バナナ。はい。でちなみにそれに付随するとこれがねたまにねみんなブーツとかって呼ぶから何のことだよって思うでしょ。ブレーキのブーツないですかって言ってこう実いうイメージ。へはいここにワイヤーにゴミがたまんないようにですかね。そうだね、錆びないよ。そう V ブレーキ見るとねここにブーツがあったりするのでで大体そこでみんなぐしゃぐしゃになっちゃうんだよね。ぐしゃぐしゃになっちゃう。そうあと取り付けた後に入れるの忘れたってなりがち。なるなる。はい一番わかんなかった。ねあ本当。はい。くそ問題すればよかった。ラストラストだ。ラストです。もうこ残りがあるれ何に使いますかで聞きますね。これ何に使います？これわかる？いや、それもわかんない。なんこれか何に使います？ニシンのニシンおのおさすが。ドブ板の隣にあるあボビ何板？ボビンケースのね。見るとはい蓋ね。あ蓋ね。はい似てるに似てます。ちなみにこれ2枚セットで使います。はい。これが1スペア、1ペア。そういうこと。あ、そう。これ何に使いますか？どうぞ手に取って。これはね、頑張って。当てずっぽうでいいんで。瓦せんべいの。瓦せんべいのね。にわかせんべい。にわかせんべいですね。でもなんかこの溝がヒントあ、溝ついてる。やみちゃんわかる？あと大きさもヒントなんだよ。あ、そうだね。ブレーキに挟まってるの見ますけお？これ？正解？でなんでブレーキ挟まってるかっていう。ど。そうなんですよそうだね。え？ただのおしゃれ、どこただのおしゃれじゃないからね。ただのレーおしゃれじゃサーブレーないからね。キみたいなのにこうなんかああ、すごい。多分なぜかはなぜかは知りません。知りません。でも確かにね、僕らのお店で扱ってる自転車はだいたいそれ使わなくてもブレーキつけれるからね。なんでなんででしょう。なんでかな。なんでかな。これがあることで、あることではい。じゃああるじゃん、ブレーキに挟まってるんだけど、なんで挟んでるか。これがあることで、あることで厚みが出る。厚みが出る。厚みが出る。やっぱり何でもね。やっぱ厚厚みがみがない。人間もね。厚厚みがみがあった方が。確かに厚み清し。なんだろう。なんだろう？敵から守る。敵からの敵いる？じゃあ自転車で走る敵いる？わかんないです。どこにつくかがまあだ分かってないあです。ちょっと待ってください。じゃあこれはもうギブアップかな。商品名がトラックピストリアブレーキセットっていうので、競輪の自転車って
公道を走らないからブ速いレーキつけない前後だからそれブレーキがそもそも取り付けれなくていいからブレーキを取り付けれるための穴が開いてないのそう後ろなるほど。そうでそれを板で挟んでブレーキをつけましょうこれで街道も走れるようにできますよっていう100点セットです、はいそう競輪のブレーキがブレーキついてないの知ってたのあ、知らないです。あれブレーキつけないのだから外走れないのよそうなの、はいえこれは多分金子さんとかは死ぬほどつけたと思うなんでかっていうとその僕たちがね、うん古い話になりますねああこの自転車ブレーキつけないと乗れないんですよそう何百回かここから本当にそうその僕金子さんと僕がもう十何年前にみんなトラックバイクブームがあってみんな競輪選手のお下がりとかを、そうねヤフオクとかで買うの、そうするとさないのよブレーキつけらんないから、で道走れないじゃんせっかく買ったのにでそういう時の救世主そう、はいだからこれさえあればそうこれすごいこれすごい今セットって言いましたけどプレート単体でも売っててでセットで売ってるものもあるちなみに日本だけかもねうんそうかもねそのブレートそう海外は別になくてもいいような文化だからはいこれはこっちでしたねはいすいませんはいはいあとね細かいのあるんですけど気になったものあれば後でカタログでチェックしてみてで意外とみんな知ってたねさすが意外と知ってたさすが本当ですねさすがでねこけし。はこけしかわいいかわいいいいいね確かに自転車のパーツに対して可愛いかわいいはいわかんない。それねこういうところのここここのパーツをのこれ今は違うパーツついてるけどそう玉押しっていうの玉押しっていうね玉押しっていう玉押しっていう玉押しでこれはなんていうっての？こけしみたいな。これそれこけしそれこけしあ、これこけしだ。あそうそうあれついてるわ何でもロマンサーについてるわブレーキレバーの白いとこのちょこってとこになってるとこあれこけしだわああ、そう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 スケジのとこ捨てないのそうそう半分ぐらいしか見えないです。そう半分ぐらいしか見えないあとこれネジがついてるからこうやってワイヤー引っ張れたりするへどうですかーかわいい興味湧きましたダイヤコンペ製品に、はい。はいはい。興味湧きましたはい。はいじゃあ今日家帰るときに自分の自転車またがったらダイヤコンペ製品何個ついてるかなっていうのを数えて帰ってください、はい。はいいいですかはい。後で報告してくださいはい答え合わせしますわかりましたはい、そんな感じですねはい4月4日は吉貝の日改めダイヤコンペの日ってことで今日はメカニック以外の方にね集まってねダイヤコンペの製品がどのぐらい認知されてるかっていう調査でしたどうでした総括として解説委員の方楽しかったもう一回やりたいはいいろんなブランド取ったねわかりましたはい金子さん違う意味で楽しんでいただいたみたいでよかったですはいじゃあ皆さん4月4日はダイヤコンペを思い出してはい皆さん自転車乗ってくださいはいはいお疲れ様でしたお疲れ様でしたありがとうございますありがとうございます